おはようございます。 SBFJ 利根川です。今日釣りをするのは地元埼玉県さいたま市岩槻区、用水路ですがやっちまいました。確実にこれあ、今はたいてた。あ、最後のハルジオンがあ、よかった、生きた。こっちも草だらけ。漁師到着。あれ、荷物が全部ある。そう、何も持っていないのです。なぜならば歩く道中を取り忘れたので、今手ぶらで行って戻ってきましたじゃあここに自分の秘密基地を作りましょう。よろしくお願いします。よーぽん、釣り台完成。凄まじく叩いてる。あっちの方でやってますね。釣りしていきますか。X7 尺極太仕掛けでスタートしていきます。今日は道糸が太いので、本来ならこっちの針を使うべきなんですが、水路ということで切磋の6とかでいいかな。8とか10はいらない気がするんで、切磋6にしちゃいます。人生最大の失敗をしました。我が人生今まで生きてきてこれが一番の最大の失敗です。手はともかく、これはどうしようかな。ブロワーがあれば吹き飛ばすんですがグルテンは、いやー、水入るとやばいですからね。水分入るとうまく払いましょう。全部払っちゃいましょう。払っただけでほとんど落ちましたね。コンパクトタオルを吸水。吸水。よし。よいしょ。ゴミは必ず持ち帰りましょう。よいしょ。ぐる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 てんぐるぐる。吸水。給水中にちくわ天うどん食いますか。
さてさて、水路での1投目。この水路、流れはそれなりにあります。水が入ってすぐということもあり、枯れた草やいろいろなものが流されてくるので、重りべたのドボンでどっしり待ちましょう。ピントがなかなか合わなくて迷走していますが OK、 これで大丈夫そうです。ごちそうさまでした。そこら中ではたいているので魚っ気はあります。ほとんどが濃いですけどね。幸先がいいのか悪いのか、開始早々空振り。これは4投目。ちょうどこの水路の雰囲気に癒されていたところでした。全く主導権を握れなかった。多分ですけど恋の尾びれでした。季節を考えるとさすがにこのシャツだけだと寒いので、上にナイロンジャケットを羽織ります。同じメーカーなのでほぼ同じデザイン。これ船ですね。ヘラブナかどうかは別として船ですね。随分サイズの違うペアリングね。メスの方は1尺30センチあるなしくらいですが、オスは20から25センチくらいでした。そんなことより釣りですね。釣り朝なのでまだ眠気もなく集中力はマシマシですが、当たりっぽい動きに見えても乗ってきません。こういう懐かしい雰囲気の水路はこの世から消えつつありますが、ここも例に漏れず水路整備工事の計画があるので、何年か経ったら工事で護岸されてしまうことでしょう。はた迷惑な話かもしれませんが、利根川にできることは今の自然あふれる状態を動画として残しておくくらいと、さも崇高なことを言いましたが、この雰囲気が好きで釣りがしたいから楽しんでいるだけです。おお、船。おお、この鯉だらけの中、船来たや。うわ、この鯉だらけの中、マブナさんが来ました。ちょっと歴戦のつわもの感が出てますが、ありがとう。船ちゃんありがとう。いや、船くん、でも船はほとんどがメスなんで船ちゃんですからね。でも腹大きくなかったな。船くんなのかな。よし。とりあえず船が釣れたところで、実はまだまだ寒かったので上着を着ました。昨日は日が変わる頃に仕事を終え、ここは近場なので少し長く寝れましたが、ダウンを着たらちょっと過剰なポカポカです。そう、それはまるで寒い冬にベッド、布団に潜り込んだ時のような感覚。だんだん体温が上がって眠くなってきました。おお、なかった。はあ、寝ぼけてたな今。ピントが浮きに合ってなかった。いや、じっと浮きを見つめてましたよ。じっと浮きを見つめてましたが、ピントがふわーんとしてました。竿先にドゥンって反応があって、びっくり合わせ。びっくり合わせとか多分浮きの動きが映ってるんで、それ使いますけど、失礼しました。重りがそこにべったりとついている釣り方、いわゆるドボンなので、いろんな動きが浮きに出ていますが、やっぱり力強く一目盛り以上入らないと餌がいたずらされているだけなのかもしれません。
最近ナレーションでは回りくどい説明をしているかもしれませんが、ヘラブ祭りをしない人にも分かるよう伝えているつもりなので、その辺はご理解ください。で、極めつけはコーラを美味しく飲んでいたらです。コーラ飲んでたらよし。変な針のかかり方をしていたので確認中。オッケー。この船だいぶ合わせ遅れたので、もしかして食ってないかもと思いましたが、ちゃんと食っていました。とりあえずお腹がぽっこりしていて卵を産んでしまっていたのですぐに離します。もしかしたら恋に紛れて産卵していたのかもしれません。でもここが護岸工事されてしまったら、こうやって産卵するような場所もなくなってしまうので、残しておいてほしいとは思いますが、草刈りのコスト、洪水時のリスク、外からはいろいろ言えますが、実際に管理のことを考えたら仕方ないんだとは思います。おはようございます。作りか。よいしょ。これだけ鯉が活発だとやっぱり他の魚の方が食うんですね。これはお作りになっていたマブナさん、ありがとう。あの子あんなところにいる。こんなハトノバトさん動かないのかしら。あそこから撮っていますよ。あそこからズームして撮っていますが、GoPro、 あ、これ穂が邪魔かな。ここで少し趣を変えまして対岸から撮影してみます。一昨年は草刈り後だったので対岸から撮れましたが、去年は草が生い茂っていたのでできませんでした。今年はまだまだ草が伸びる、草が流れてきた。鯉が凄まじい勢いではたいた結果、草が抜けてこんな感じで流れてきます。本当に鯉のパワーはすごい。重りベタなので少し竿を引いておけば浮きが沈んでくれて回避できます。今回もうまく回避できました。もちろん水の中のボリュームが激しい時は対処できないこともありますけどね。それにしてもこの水路、今日は似つかわしくないサイズの鯉がわんさかいます。ですが餌を食ってくるわけではありません。あっちのカメラで撮り出して数分、マブナさんが釣れました。ちょっとこの子はウにやられたような傷が尻尾の方にありますが、食ってましたね。よし、ありがとう。調子が出てきたかな。ここから撮るのはいいアングルなんですが、ススキですかね。草があるのでダメでした。
どうせ船は釣れたので少し変わったことをやります。朝来た時から思ってたんですよ。あれ、浅いぞ。陸地だぞ。ここ台出せるんじゃね。しかも結構草が生えてるので地盤も強固なはず。この辺狙ってなんかこっから5尺できるんじゃねって思っちゃったらですね、あかんよ。ちょっと準備してみます。釣り台はあぐらで座るタイプとまたいで座るタイプがありますが、今回またぐタイプの釣り台も持ってきていたのでそちらを用意しました。準備が終わったので移動後の1投目、竿は5尺のカーボン竿。お家には秘蔵の5尺があるんですが今回は持ってきていなかったので、これからどこかの水路でお披露目させていただきます。どうもじゃあこれいないかな。いやめちゃくちゃいますよ。やっぱりいる。出入りしてそっちの裏でもやってます。もともとそこでやってたんですけど、もうこの辺ぐる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 やっぱりいるんだ。いますいます。竿は8尺に変えていましたが、おっちゃんがすぐ横に入りまして、ちょっとびっくりではありました。濃いだな。濃いですね。うん。あ、引っ掛けてきやがった。取れましたね、一応。針は切れて。ああ。これが嫌だよね。でもね、船だからいくらか強いから。そうですね。俺たちの竿じゃ。もうどうしようもないですよね。途中で一服して戻ってる感じですかね。水中に人の足が入っていると食わなくなるという話は聞いたことがありましたが、この一帯鯉のはたきがすごかったのに少し下流側でのみはたくようになりました。少なからず人の声とか水の中に入っている足が影響してるんでしょうね。ヘラブナだけではなく鯉ですらそうなのかと身をもって体験できました。擦れちゃったか。ああ、船が擦れちゃってる感じですね。お尻のすれか。残念ながらマブナのお尻の擦れ、ごめんなさいね。鯉が来た。あれ随分でけえ気がする。そっちルートなの？こう来るのかと思ったらそっちルートかい。いやいや。12時、雨が降ってまいりました。パラパラと降っているのかと思いましたが、ちょっと強くなってきたぞ。今強くなってきましたよ。雲の色もちょっと心なしか悪いんですよね。はあ、どうしましょう。上がりへ釣りたいな。あの子帰る時もいる。
怪我して飛ばないのか、卵でも温めてるのか、ただ単にあそこが好きなのか、不思議です。じゃあな、またな。今回は鯉の大はたきでしたが、タイミング次第ではヘラブナのはたきもあると思うんですよね。いつになるかは分かりませんが、護岸工事にされるまでに見てみたいものです。水路が大好きな方、動画をここまで見てしまった方、評価ボタンを押していってください。ではではまた次の動画でお会いしましょう。